はい、のちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、すごい魚が入りました。しかも、2種類。かなりマニアックなお魚の回でございます。で、今、氷水でキンキンに冷やしておりますので、土間作業スペースに行って取りに行きましょう。まず、こちらから開けていきますか。ちなみにこの魚、今日で10日目ですね。熟成10日目。こうやって氷の中で寝かしてあります。うわー。さあ、これ何でしょう。後で開けていきましょう。こちらが1尾、2尾ですね。大きさが3キロです。結構大きな魚体ですね。内臓やなんかは抜いてありますんで、このままいけますと。で、次こちら、大きい方のクーラーボックスに入ってるお魚がですね、よいしょ。こちらも氷水で冷やしてあります。長い魚ですね。これもあちらで見ましょうか。はい、ということでですね、こちらです。こんな長いですよ。まずこの長い魚。ピロ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 。はい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 。これは珍しいですよ。こちらのお魚がですね、ヒレナガユメタチという名前のお魚でございます。何この魚、すごい魚ですよね。すごく大きな目が特徴ですね。タチウオに似てますけど、顔が優しいですよね。でも牙はしっかりあります。で、頭の上に可愛い角がありますね。結構ね、硬いです。7本ぐらいですね。指7本サイズ。ザーッときて、で、こちら尻尾です。タチウオにはこんな可愛い尻尾はついておりません。で、これね、めちゃくちゃ珍しい魚で、水深200メーターから300メーターぐらいのところに生息してるんですけど、まあ、捕獲事例が少ないと。で、食用にした例も極めて稀ということで、普通には流通しないお魚ですね。まずこちらが1種類目と、こちらは、おそらく皆さん知ってる魚です。食べたことあるよっていう方もたくさん見えると思います。じゃん。うわ、でっかいな。こちら、金目鯛ですね。種類もただの金目鯛です。でもこれ取れた場所がすっごい神秘的な場所で取れたんです。こちらね、スミス島っていう島の付近で水揚げされた金目鯛です。で、スミス島はですね、伊豆諸島の無人島ですね。県でいうと東京都になるのかな。八丈島があって、青ヶ島があって、それのもっともっと下に面している島です。で、このスミス島の周りってめちゃくちゃ魚がいるんですって。すごく波も荒いので、漁師さんの中ではこうグランドラインのような、夢のような場所みたいです。味も気になりますけど、そんな神秘的なところで取れた魚が食べれるってめちゃくちゃ縁起のいいことだなと思って、偶然この2種類入りましたんで、今日はこの2種類を使って、初めてのお魚なので、シンプルにお刺身、そして塩焼き、で金目鯛は煮付けが美味しいので、煮付け、こちらの3種類、さあ、王道で食べていきたいなと思います。そしてですね、今日は毎月恒例のこちら、朝日さんからいただきました、工場出来たてうまさ実感パックを飲んでいきたいと思います。これで毎月1ヶ月の終わりを感じますからね。よし、じゃあこちらもキンキンに冷やして実食の時に飲んでいきたいと思います。そしたらまずこちら、金目鯛の方からさばいていきます。鱗を取って3枚におろしていきます。では、鱗を取っていきます。にしてもでっけえ金目だな。油の乗りはどうなんでしょうね。いや、僕もね、絶対死ぬまでに一回青ヶ島には行きたいと思ってるんですよ。その青ヶ島よりさらに南で採れた金目鯛、どんな味がするんだろう。やっぱ人間という名の天敵がいないからこんだけ大きく育つんですかね。これよう引いただろうな。では3枚にのろしていきます。まずは頭を落とす。エラと内臓取ってあるんでやりやすいな。ではこちら3枚におろしていきます。まずは下に1本、骨を感じて。で、金目鯛はさばくの難しいです。結構こうやって僕もちょっと今裏行っちゃったんですけど、裏に行きやすい魚ですね。でもね、背中もこんもりしててすごいクオリティはいいですね。この金目鯛の目利きっていうのはめちゃくちゃ難しい。市場でもよく太っとるなと思う金目鯛買っても、おろしたらなんか意外と脂ないなみたいなことありますからね。金目鯛とあとサバ、ここら辺の目利きは難しいですね。で、金目鯛身が柔らかくてすごく割れやすいんで、さばくのもちょっとコツがいりますよね。はい、こんな感じ。10日寝かしたとは思えないクオリティですね。これどんな魚も10日間寝かせれるわけじゃなくて、水揚げしてから処理は始まってるんですよ。魚っていうのはすぐに氷で締めてくれてあったりだとか、洗浄で生け締めしてくれたりだとか、それがやってあるかないかで魚の持ちが全然違ってきます。もうこの魚は最高の処理が施されてます。
漁師さんと仕立て屋さんがもう超いいパスを出してくれてます。で、最後のパスに俺が待ってきたと。あとは美味しく料理するだけ。はい、こんな感じですね。まずそんな油ギットギトっていう感じの金目じゃないですね。意外とさっぱり系の金目かもしれません。なんかいつもさばいてる金目とは少しね、違う密質が爽やかな感じの密質してますね。はい、見下ろしの完成。で、骨も煮つけたいので、骨はヒレを取って煮つけ。で、お魚さばくの慣れてくるとこういう風に骨に身がそんなつかずにおろせるようになるんですけど、最初の方はこっちに身がつくこと多いですよ。でもね、いいんですよ。こんな煮つけにして食べればいいだけなんで、怖がらずガンガンいっていいと思いますよ。失敗を恐れない、それが一番の成功の秘訣ですかね。で、この金目鯛はこの頭、これにものすごく価値がある魚。煮付けにするとこの頭が最高に美味しい。じゃあ次こちらヒレナガ夢たちいきましょうか。なんかほんとタチウオみたいですけど、タチウオじゃないと。こんな感じ。油はそこまでがっつりあるって感じの魚じゃないですね。肛門がここですね。でも結構身質が硬い。包丁がなかなか入ってかんぞ。はい、内臓が取れましたら、このままだと扱いにくいのでこのぐらいで切っちゃいましょう。骨がめちゃ硬い。骨とあとこのヒレのところがめちゃくちゃ硬いですね。包丁が入っていかない。ほら、硬いんですよ。ぶつ切りになりましたと。そしたらこの真ん中のここの美味しそうなところ、ここをおろしていきましょうか。塩焼きはぶつ切り、ここら辺いきましょう。バッテン打って OK。 お刺身用におろしていきます。硬いな。タチウオとは似て非なるものだな。これはお腹の方の腹の入り方がちょっと変。なんか様子おかしい。ここがめっちゃ硬いです。ここめちゃくちゃ硬い。はい、 OK。 おろし終わりました。まず最初の感想がですね、薄い。めっちゃ薄い。綺麗におろしたのに。で、腹骨のこの太さ見てください。これものすごく腹骨が太い。ほんで腹骨がこう入ってて、これ分かりますかね、この特殊な構造。ここ腹骨なんですよ。腹骨があって、さらにここに内臓が入ってるんですよ。大体の魚はここに内臓が入ってるじゃないですか。腹骨で内臓を守ってるって形なんですけど、この腹骨の後ろにこう内臓が入ってたような形跡のあるスペースがありますね。分かってくれる方は分かってくれると思います。いやー、マニアックな回ですね、今回は。そしたらお刺身から作っていきます。で、これもう一匹の方なんですけど、もう一匹の方が脂がありそうですね。なんでこっち使いますね。で、金目鯛の骨はこっからここら辺まで入ってます。そんなにたくさん入ってないんで、ピンセットで抜くことをおすすめします。こんだけ魚体が大きいと骨もほらでかいですね。で、僕は金目鯛は湯引きがすごく好きなんですよ。皮目にだけ熱湯をかけます。スシャーっと。そしたらすかさず氷水へ。粗熱が取れたらペーパーで水気を取っていきます。で、そしたら冷蔵庫で寝てもらいましょう。で、お腹の方は皮引いちゃいますね。油はありですね。そしたら夢たちはどうしような。まず半分に渡しますか。半分にして背中の方を刺身にしましょうか。で、ちょっと脱水します。ちょっと水っぽい感じがあるんで、両面にお塩を振っておきます。はい、脱水かけます。ちょっと10分放置。はい、10分経過しまして、そんなに水は出てこなかったですね。でもある程度脱水はできました。このひと手間が大事。匂いはない。そしたら半分に切って、そしたら片方は炙りましょうか。なので切れ込みを入れていきます。切れ込み入れて、で、炙ってから切ると切りにくいので、まず炙る前に切っておきます。で、切ったら串を打ちます。こうすると扱いやすい。まな板の上でやると焦げるので、火を通さない素材の上に乗せて炙ります。はい、炙りの完成ですね。そしたら冷蔵庫で冷やしておきましょう。そしたらお刺身切る前に金目鯛の煮付け作っていきましょうか。そしたら金目鯛の頭ですね。まだ細かい鱗ついてますので熱湯に落とします。霜降りをしていきます。
はい、OK。鱗が逆立ちましたら冷水に落とします。そうするとこうやって取りにくいところの鱗がこうやって逆立ちます。で、逆立ったものをこうやって取っていきます。酒1、醤油1、水1、ザラメを少々。生姜はあえて入れないスタイル。そしたら金目鯛の頭を入れて煮つけていきます。はい、これで火が入ったら金目鯛の煮つけの完成。ではお刺身を作っていきますね。まずは夢立ち、こちらが炙りですね。でもう1個は皮を引いたパターン切っていきましょうか。こう引いていく、こう落としてここで引くっていうね。ちょっと大ぶりに切ってみました。次、スミス島の金目鯛皮なしから。次は湯引き。湯引きはコロッといきましょうか。ちょっと寂しいので冷蔵庫にあったウニすくうときは本当にこだわるところは木とかプラスチックでこうやって触るんですよ。鉄で触ると酸化するんですって。ウニ乗っけます。でちょっとこれだけだと寂しいんで、これもたまたま冷蔵庫にあったトロですね。トロもちょこっと置いときましょう。おお、いいね。ほんでなんかこれもあったからエビ、こうやってくるーんとして盛り付けるとさくらんぼみたいでかわいい。でホタテが1玉だけあったので、ホタテは半分に切ってちょっとずらして食べやすく。そしたら少し飾っていきます。僕の好きなすだちくり抜きですね。これかわいい。でほじそ立てて、でわさびをちょんと。はい、これでお刺身盛りの完成。はい、じゃあ最後塩焼きを焼いていきます。こっちが夢立ち、こっちが金目。銀色と赤色が並ぶととても綺麗ですね。塩は今日は僕の大好きなピンクソルトですね。ピンクソルトお魚との相性めちゃくちゃいいんで、ぜひ皆さんね、お魚にお塩何使おうかなって迷った際はピンクソルトを使ってみてください。甘みがあってすごく美味しいお塩。塩焼きにしてもとっても上品で美味しいです。はい、では焼けました。もう油がジュー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 いってますね。金目鯛の方すごくうまそうです。そしたらお皿に盛り付けていきます。はい、塩焼きの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。まずこちらが塩焼き、ヒレナガ夢たちと金目鯛。まず塩焼きからいただきましょうか。ちょっと塩は強めに振りました。お、身離れはすごくいいですね。ほら、やっぱタチウオと比べても骨がでかいですね。ほんで骨がね、タチウオはもっと間隔が開かずにバババーっとあるんですけど、この夢たちは間隔が広いですね。タチウオとは似てるんですけど、体の構造はよく見ると全然違いますね。じゃあこちらいただきます。あ、うまい。味はタチウオ、油もありますね。少し繊維が太くて多少大味なんですけど、特に水っぽいっていう感じはないですね。ジューシーで美味しいな。この繊維のポソポソってした感じがちょっと気になるぐらいで、味はすごく美味しい。これレモンかけたら最高ですよ。あ、美味しい魚。タチウオって言われても分かりませんね。次こちら金目、うまそうですね。スミス島の金目鯛、一体どんな味がするんでしょう。油すごかったからな。いただきます。美味しい。あっさりです。あっさりなんだけど金目の味はしっかり残ってる。今まで食べたことない金目の味ですね。なんかね、筋肉質というかアスリート気質のそんな身質の金目鯛ですね。噛めば噛むほど旨味が出てきますね。面白いなこれ。ヒレナガ夢たちはスミス島で採れたものじゃなくて鹿児島の方で採れたお魚です。美味しい。塩焼き美味しいです。次、あったかいうちにお煮付けいきましょうか。
金目鯛の頭の煮付け、美しいですね。芸術。この目玉のところがうまいんですよ。まず目玉行く前にほっぺいきましょうか。煮だれをたっぷりつけていただきます。うますぎ。金目は煮付けよ。でこの特権いっていいですか。この目玉のこの白いとこじゃないんですよ。白いとこじゃなくてちょっと抵抗はあるんですけど、この目のこのプルプルのところ、ここがうまい。煮だれつけていただきます。まっ。目の周りね、タレつけてしゃぶるように。知ってる人は知っている、そんなお味。この目の周りのこの肉、めちゃくちゃうまい。とろっとろ。好きです、金目鯛。お次、お刺身いきましょうか。まずは夢立ちからいただきます。炙りから。美味しいな。刺身うまい。皮なしの方もいきますね。何この刺身。タチウオっていうよりかはこうサワラとかそっちに近いですね。すごい脂の乗って美味しいサワラを食べてるみたいな感じですね。これ塩焼きより刺身の方が僕好きかもしれませんね。でこの皮なしの刺身めちゃくちゃ好きです。うまっ。お次金目いきましょうか。まずは皮なしからいただきます。あっさりだな。僕これ金目鯛って言われなかったら分からんな。南方系の魚だと思っちゃいますね。赤町とかそっちに近い感じですかね。すごくあっさりしてる。でちょっと後味に渋みがあるような気がするな。刺身はちょっとあれだな。次湯引きいただきます。湯引きの方がうまい。でこうやってねコロッと切った方が美味しいですね。でもやっぱ後味にこうちょっと酸味のような渋みのようなものがしますね。まずくはないんですけどね、なんか金目鯛って感じじゃないな。でもこれはね魚体が大きいからこうなるんかな。不思議。はい、ということで今日はこちらのヒレナガ夢たちとスミス島産金目鯛の塩焼きとお刺身と煮付けときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん。銀のやつ工場出来たてバージョン。ありがてえな。朝日さんいつもありがとうございます。スーッと注いで、このドライのこの下のところに泡がいったら完璧。はい、OK。見事なまでの7対3。いただきます。この飲んだ瞬間の飲み応え、そして瞬時に感じるキレの良さ、この躍動感がスーパードライならではですね。月に一度の特別なスーパードライ、出来たてはやっぱうまいですね。月末の金曜日はそれが味わえて嬉しいです。毎回伝えてますが、辛口って苦いっていうイメージある方がいると思うんですけども、そうではないんですよ。辛口っていうのはですね、飲み応えがあってキレがいいってことなんです。苦いとはまた違うんです。煮付けにも焼き物にもお刺身にも何にでも合うね。大好きなビールです。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はものすごくマニアックなお魚、ヒレナガ夢たちとスミス島の付近で採れた大きな金目鯛さばいて食べてみましたけども、いや貴重な経験ができましたね。でも味はですね、正直に言いましょう、やっぱり大味でしたね。ヒレナガ夢たちはお刺身すごく美味しかったんですけど、そもそも水揚げがないので、もう本当に竜宮の使いみたいな生き物なんですよ。本当に取れない魚で、出回ってないのは分かりましたね。で、金目鯛は、あの階級金目鯛はちょっと薄味だなと思いましたね。そんな万人受けする味じゃないなって思いましたね。なのでコスト面もかかるし、万人受けもしないんで、取れるけど、なんか取りに行ってないのかなっていう、そういう勝手なイメージを持ちましたね。でも本当に貴重な経験できましたね。そして実食の時に飲んだこちらの朝日スーパードライ工場出来たてうまさ実感パックですが、毎月月末の火曜日に製造されて金曜日に発売されているという、まさに出来たての銀色のやつ。もう特別なスーパードライです。今日の焼き物や煮付けにもやっぱり合うし、これを飲むと月末が来たなと感じますよね。この前のイベントでも銀色のやつたくさん差し入れありがとうございます。20本ぐらいもらいました。もう僕はこのために生きてるんだなって思うぐらい、そのぐらい素敵な瞬間なんですよ、僕の中で。ありがとうございました。
ぜひお近くのスーパーなどで探してみてくださいね。月末の金曜日はこちらの出来たての銀色のやつで乾杯しましょう。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。